戦前の沖縄の漁師の姿を作ったんですけども、海一筋に生きる、たくましさとか南国のおおらかな暮らし、あとは働く姿の美しさ、そういうのを表現したいなと思って作りました。周りの景色がやっぱり見てる人に感じてもらえるような、そういうふうなところを気をつけて作りました。360度見てもいい形に見えるように、特に後ろ姿は気をつけました。やっぱりポーズの面白さとか、色目の面白さとか、あとは顔ですね、そういうところにこだわっては作っています。もうその時に作りたいと思うのを作ってるんですけども、現代的なものを作った後はちょっと古風なものを作りたくなったり、若い女性を作った後はちょっとお年寄りを作りたくなったり、そういう感じですかね。はい、顔はこの切り材で作ります。粗彫りをして少しずつ顔に整えていきます。で、体はバルサといって軽い柔らかい木があるんですけども、それを体にして顔をつけて、で手足をつけて人形にします。大体の形ができましたら、きれいに磨いて5分をかけて、あと布や和紙を貼って完成になります。今ほどはもう全然理解もできなくて、偉い先生だということしか分からなかったんですけども、年数経つうちにもうやっぱり作品のすごさが少しずつ理解できるようになって、こんなに奥深いものだなと思って、自分も、少しでもいい作品を作れるようになりたいなと思って始めたんですけども、この10年が基本だったと思うんですね。形をちゃんとしっかり捉えられるようにこの10年は頑張ってきたんですけど、これからはもうちょっと自分なりの色やちょっと面白い大胆なもの、そういうものも作っていきたいなと思ってますね。赤花というのは沖縄の言葉でハイビスカスのことを指します。琉球舞踊の中にはいろんな踊りがありまして、その中でも女踊りというのがありまして、抑制された静かなゆったりとした動きの中で深い感情を表現するという、そういう舞踊があるんですけども、そこに惹かれまして、それをなんとか人形に取り入れられないかと思いまして、この作品にしました。うちの祖母もう沖縄風の寒風という頭をしてかんざしを刺してっていう感じでしたので、そういう懐かしい気持ちもあるんだと思います。それまでの10年は人形ばかり見てたんですね。その後は他の部門の作品をよく見るようになって、とても勉強になるんですよね。いろんなヒントがあったり、ここまで考えて精緻なことをされてるのかなと思いまして、人形にもそういう仕上げを取り入れられたらいいなと。今は人形よりも他部門の作品ばかり見てますね。和紙張りの可能性を広げていきたいと思いまして、いろんなことを試して、上に打ち掛けに着ている着物なんかは銀の上に薄い紙を何枚も貼って中から光が出るように工夫しました。
年に師匠である秋山信子先生が亡くなられましたので、今年の作品はもう相当の気持ちを込めて作りましたね。品格というのはもうとても難しいもので、それぞれの作品にいろんな品格があると思うんですけども、出過ぎてない奥ゆかしい静かな品格を出るような作品をこれからは作っていきたいと思っていますね。何を移ろっているのかというのを、見る方に想像してもらえるように、具体的には作らず、想像が膨らむ余地みたいなものを残した作品を作りたいと今回は思いました。日本画であるように余白みたいなものを人形に何とか取り入れられないかなと思いまして、真ん中の部分を省略して、手も省略して、で色数も抑えて、その分色にはこだわりまして、深い色合いになるように彩色をした上に自分で染めた和紙を何枚も貼って、上下だけで表現できるように、顔の部分も髪の毛も薄くちょっとザラッとした感じの自分で型染めをした紙を貼りまして、で眉毛もないようなんですけど、これも薄く描いてあるんですよ。なるべくその具体性をなくしてもう薄い顔に仕上げました。時代とともに工芸も変わっていくものなので、古風なものばかりでもダメなので、新しい表現を今は模索している途中ですね。自分なりの仕上げの方法を考えつくように、古典的なものでも自分の仕上げで自分らしい作品を、そして現代的なものも、苦手ではあるんです。単純化ディフォルメというのは本当に難しいもので、それも少しずつ挑戦していけたらなと思っています。